免疫学国際的権威順天堂大学医学部の特任教授奥村浩先生、本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、本日はですね NK 細胞についてお話を伺ってまいります。この NK 細胞なんですが、最前線で活躍する非常に重要な細胞というふうに言われているんですが、そもそも NK 細胞ってどういった細胞なんですか？体を守っている細胞で、自然の状態で体を守っているということでナチュラルキラーという名前を付けたわけですけども、僕たちの体の中にはね、毎日ね約1兆個の細胞が増えてくるんです。で1兆個の細胞が増えますとね、出来損ないの細胞って必ずできるんです。まあそうですよね。だいたいね5000個ぐらい、その5000個の不良少年をですね、潰して殺してしまっているのがナチュラルキラーだということが分かったんです。ナチュラルキラー細胞のない動物を我々は作ることに成功した。そうしますとね、もちろんがんは非常にできやすくなりますけども、それと同時にウイルスに関してものすごい弱いんです。ウイルス感染に。ナチュラルキラーというのは毎日出てきている突然変異を起こした不良の細胞を殺しているのと、外から来たウイルス感染細胞をやっつけているという2つの役割が注目されて、NK 細胞が高くしとければ例えば長生きするんではないかと、そういうようなことが想定されてますよね。NK 細胞って大雑把にね3つの影響を受けるんです。一つはね、年齢の影響を受ける。ですから60、70お年召しますとね、どうしてもおまわりさんの力が弱くなる。それから、ね、日内変動って言いまして、高くなったり低くなったり一日のリズムで動いてるんですね。それをデタ飲みにするんですよ。夜徹夜させたり、それからその逆にこの一日のリズムを崩しますとね、NK っていうのは下がる傾向があります。もう一つはね、これ非常に面白いんですけど、精神神経のストレスをすっごく受けやすい。ちょっとした暗いストレスでも2つ種類がありますけど、こう立ち向かうストレスとパッシブにこう受け身のストレスなんですね。受け身のストレス、悲しいストレスにすごく弱いんです。21世紀は心の医学、心の世紀で、そういうその機構が解明されるのが21世紀の医学だって言われてますよね。気の持ちようで、だから元気になったりそうでなかったりすることがよく知られているわけですね。それが分かるのがこの世紀だと言われております。NK 細胞を元気にさせるっていうには何かポイントあるんですか？食べ物、飲み物でこの下がることを止めることはできないかという研究が行われたわけですね。で、食べ物でそれであげようと思うとものすごい量取んなきゃなんない。しかし納豆でも分かりますけど、納豆だと丼何杯とかですね、しいたけだと顔がしいたけになるぐらい食べなきゃならない。で、手っ取り早くあげるものはないかということで研究されたのがね、今のブロッコリーでお作りになったああいうものを、ね、毎日おとるのに多めに取るんですよ。あれ多めに取る。多めに取る。たくさん取る。たくさん取りますとね、あんな副作用ないですからね。NK 細胞の下がりを止めることができるし、それから、低めの人を上げることができます。その下がるのを止める、そこを防御するためには、そういう今のブロリコとかそういうのが絶対おすすめですね。常に取っておく。非常に注目ですねNK 細胞は。今後 NK 細胞ってどうなっていくんでしょうね。お元気な方で100歳とか90歳の方を調べてみますとね、みんな NK が高い人が生き残ってるんですよ。低い人がお亡くなりになってる。だからそういう低いこと、長生きさせるためには NK を高く保っておくっていうのは非常にいいことですよね。いろんな病気しますよね。入院するような病気して薬を飲みますとね、薬って大概 NK が下がるのが多いんです。で、そういうご病気の時にね、NK が下がらないように治療するっていうのは大事で、治療に使えますよね。今後も NK 細胞に注目していきたいと思います。先生、本日はありがとうございました。順天堂大学医学部特任教授の奥村浩先生でした。